皆さんこんにちは。プログラマーのすすきだです。この動画では Firebase OS で Google アカウントを使ってログインする方法について紹介します。まず Firebase のプロジェクトを作成します。プロジェクト名を入力します。Continue ボタンをクリックします。Google Analytics は無効にします。Create プロジェクトボタンをクリックしてしばらく待ちます。完了したら Continue ボタンをクリックします。Web のボタンをクリックします。アプリ名を入力します。Register APP ボタンをクリックします。Firebase Config のソースコードが表示されるので、右下のコピーボタンを使ってコピーします。コピーした内容はエディタなどにペーストしておきます。続いて、オーセンティケーションを有効化します。Get Started ボタンをクリックします。オーセンティケーションが有効化されたら、Google のオーセンティサインインプロバイダーをクリックして、Enable にしてから、プロジェクトサポート E メールを選択し、最後に忘れずにセーブボタンをクリックします。続いてコーディングの準備を行います。ディレクトリを作成して移動します。npm init コマンドを実行します。必要なパッケージをインストールします。パッケージのインストールには結構時間がかかります。かなり長いですね。続いて Webpack に関するパッケージをインストールします。タッチコマンドを使って必要なファイルを作成します。エディターを開きます。まず webpack.config.js の内容を入力します。Dev ツールなどはすべて無効化します。スタティックオプションを指定します。npx webpack serve コマンドを実行して Webpack
開発サーバーを起動します。開発サーバーにアクセスするには、ローカルホストの8080番にアクセスします。続いて index.html の内容を入力します。まずはタイトルと見出しを入力します。動作を確認するにはブラウザをリロードします。サインインのセクションを入力します。サインインのセクションはサインインボタンのみです。こちらのアリアディスクライブドバイ要素は不要でした。要素じゃないですね。属性ですね。失礼しました。続いて、ユーザーインフォメーションのセクションを入力します。こちらは UID の表示部を入力します。最後にサインアウトのセクションを入力します。サインアウトのセクションもサインアウトボタンだけです。最後に、app.js を読み込みます。入力した要素が表示されました。次に、コンソールに文字列が出力されるかどうかを確認して動作を確認します。Here と表示されました。Firebase config.json の内容を入力します。先ほどコピーしておいた Firebase config の内容をコピー&ペーストします。形式を JSON 形式に整えます。app.js の内容を入力します。まず必要なパッケージをインポートします。続いてメイン関数を呼び出します。メイン関数を定義します。エラーを表示するコードを書きます。動作を確認するためにコンソールログ関数を呼び出します。まずは HTML 上の要素をドキュメント .querySelector 関数を使って取得します。正しく取得できていることがわかります。
続いて、フェッチ関数を使って Firebase コンフィグを読み込みます。正しく読み込めていることがわかります。initialize-app を呼び出して Firebase を初期化します。また、getAuth を呼び出して Firebase Auth を使えるようにします。認証の状態が変化した時のイベントハンドラーを登録します。引数のユーザーには、ログインしている場合にはユーザーの情報が入り、ログインしていない場合にはヌルになります。ログインしている場合は、サインインやをのセクションを非表示にして、それ以外のセクションを表示します。また、UID のところにユーザーの ID を表示します。ログインしていない場合は、サインインのセクションを表示し、それ以外のセクションを非表示にします。このようにログインしていない場合は、サインインのセクションのみが表示されます。続いて、サインインボタンをクリックした時のイベントハンドラーを登録します。Google Auth プロバイダーのインスタンスを作成し、sign in with リダイレクト関数に渡します。Google のサインインページが表示されました。最後にサインアウトボタンをクリックした時のイベントハンドラーを登録します。サインアウト関数を呼び出してログアウトします。今、サインインを行いました。ユーザーインフォメーションとサインアウトのセクションが表示されています。UID が undefined なのは後ほど修正しようと思います。サインアウトをクリックするとすぐにサインアウトが行われます。もう一度サインインしてみます。UID は未だに undefined になっています。こちらの理由がuser.id ではなく UID でしたので、こちらを修正すると UID が表示されるようになりました。以上で終わります。お疲れ様でした。以上で紹介を終わります。皆さんうまくいきましたでしょうか？うまくいかなかったところなどありましたらお気軽にコメントをいただければ幸いです。その他のコメントも大歓迎です。それでは本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、どしどしお待ちしております。バイバイ。